はいどうもこんにちは、ヒロです。今回ですけども、大阪人移住者がおすすめする秋田の絶景ベスト3ご紹介していきたいと思います。で、この間動画で秋田のいいところは自然と食事と人だって言いました。その中でも具体的にじゃあどこの自然がいいのか、どこの食事が美味しいのか、そんなのをね、私のこれまでの経験をもとに独断と偏見で選んでみたいと思います。最初にご紹介するのは秋田の大自然絶景ポイントですね。これをお伝えしたいなと思います。その中でも登山編、山の上で見れる景色ベスト3をですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ヒロの田舎暮らし。はい、まずベスト3の3位から、リリリリリリーン、秋田駒ヶ岳です。皆さんご存知でしょうか。秋田県の中でも一番有名な観光地である仙北市、田沢湖とか角館とか、そこにある秋田駒ヶ岳という山です。ここはですね、標高が1637メートル、8合目と呼ばれる場所まで車だったりバスで行けるんですが、なんといってもいいのは、そこからだいたい1時間半ぐらい歩けば頂上まで到達するこの気軽さです。どなたでもトレッキングできる体力があれば登頂できるような山になってます。そんな簡単な山って言っても面白いんですよ。すっごい景色が良くて、ムーニン谷と呼ばれる場所があったりとかで、これ見てください。こういう風に登っていくんですけど、山道もねこういう感じで、登山道が続いてるわけなんですね。最初の方は石畳があったり木のね道を作られてたりして、歩きやすいです。少し上上がっていくとね、急勾配があったり、自然の石の上を歩かなければいけなかったりするんですが、とはいえ1時間半ですね。私の母親もね何度か、大阪から読んで登ってるんですが、母親全然スポーツとかしないですし、登山なんか全然行かないんですが、それでも一番上まで行けました。そしてそこから見れる絶景はこちらです。見てください、この景色すごいでしょ。めちゃめちゃ綺麗で、奥の方に分かりますか、これ田沢湖が見える場所があるんですよ。これが日本一深いと呼ばれている田沢湖です。この絶景がですね、1時間半の山登りで見ることができる。最高ですね。で、先ほど言ったムーニン谷という写真はこちら。こんな谷がですね、頂上の一つちょっと手前ですねにあるんですよ。すごいでしょ。本当に綺麗。これが第3位です。それでは第2位、リリリリリリン、秋田の焼山です。焼山はね、これ珍しいマニアックな山の一つです。標高は1366メートルです。駒ヶ岳、秋田よりも少し小さめですね。ここ何がいいかっていうと、五所掛温泉という温泉があるんですね。その温泉から登って登頂して、そのまま奥に進むと最終的には玉川温泉という温泉に到着します。なので温泉巡りとして最高の山登りなんですね。しかもこの2つの温泉だけじゃないんですよ。実は焼山っていうのはそもそもまだ活火山が動いていて、そこにも温泉があるんですよ。野天と呼ばれる温泉があります。露天風呂じゃないですよ。野天風呂なんです。これどういうことかっていうと、本当に登山口のその横に完全な野天のお風呂があるんです。こうスコップとかも置いてあって、そのスコップ掘って実際に入ることすらできるんですね。すっごい野生的な山です。野天風呂を越えて頂上まで向かうんですが、そこもすごくてですね、火口が見えるんですね。で、火口にも温泉が湧いていて、すっごい幻想的な景色が広がっています。そのね、頂上からの写真がこちらです。すごくないですか。完全に火口の中にお湯が湧いているっていう、この野生的なこの感じ、すごいですよね。温泉ってこういうところから湧いてきてるんだっていうのがもう目に見える、そんな山になってます。すごい綺麗。そして最後、第1位はどこか。リリリリリリリダン、鳥海山です。そうでしょう。秋田の人らみんな知っている鳥海山です。秋田の中でも一番
標高が高い2236メートルあります。すっごい高い山なんですね。この山は駒ヶ岳と焼山と比べたら相当大変です。鳥海山は私がよく行く久方口っていうのがあるんですが、そこから登って頂上に到達するのは4時間はかかると思います。例えば初めて登る人なんかがいてグループだったりしたら5時間で登れたらまあいいかな。なんだったら6時間かかる可能性がある。まあまあ大変なんです。初めての方にとっては多分きついと思います。どっかで諦めたくなるかもしれない。それぐらい大変な山なんですね。登山道見てください。最初はいいんですよ。最初はいいんですけど、だんだん大変になります。そして最後、こんな風にほぼ岩山になっちゃうんですね。ここ登りきれるか、すっごい大変なんですね。でもその登った後の景色は他の山とは比べ物にならないくらいすごいです。その時の写真がこちらです。すごいでしょ。この雲海、雲が自分たちの下にあるんですね。すごい綺麗。やっぱりね、私これ毎年この山には行くんですが、どうしても登りたくなる。出発の前にどんな気持ちかって言ったら、ちょっと行きたくないかなと思ってしまうぐらい大変な山です。それでもね、やっぱりこの景色を見るために毎年登りたくなります。だいたいそうですね、6月だったらまだまだ雪がありますし、7月でも一番上には雪があるかなというような感じで、単なるトレッキングシューズではダメな時も多々あります。天候も大変です。鳥海山は例えば風が一気に吹き出したら、プロの人でも多分登らずに諦めて、降りてくる、そんな山なので、本当に天気予報はマジで見た方がいいです。なのでこれはそうですね、初心者の人がまだ全然山登ったことがないっていう人が1人だったり初心者同士のグループで行くのはまあまあ危険な山になります。これはどこの山もそうなんですけどね、諦めてしまって、登頂できなくてもそれはそれで一つの経験だと思って挑戦してほしい山です。はい、ヒロの田舎暮らしいかがでしたでしょうか。秋田のね山すごいでしょ。全然この3つだけじゃなくて他にもいい山いっぱいあるんですね。本当にね、こんなに綺麗なのかっていうぐらい素晴らしい景色が広がってます。雪も今かなり秋田溶け出してて、このね春に向かっていくこの感じがどんどんワクワクしてきて、早く山に行ってみたいなと思うようになってます。皆さんもぜひ秋田に来たら登山考えてみてください。今後もこういったランキング形式お届けしていきますんで、何かリクエストがあれば皆さんコメントをね書いてください。今のところね、私全部のコメントに目を通してほとんどのコメントに返信できる、そんな時間の余裕がありますんでね、ぜひ皆さんコメントをお寄せください。山菜ベスト3なんかやってみたら面白いかなと思ってます。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。ほなね。